せーの RC とゴー。イエーイ。ちょっと変わってしまったけど、家計バージョンですよ。また来た。また来た。さっきのは、RCDC チャンネルでサブチャンネルですもんね。いやまあこっちが本ちゃんですもんね。バレました。はい、本当の方は、ドスログチャンネルがあるので、もうね、あっちだとあんまり言いたいことも言えないですから、失礼なことも言えないですし、思ったことも正直言えないし、ドスログチャンネルだったらね、ノーカットノー編集前回のやつはほぼノーカノーカットノー編集本当にノーカットノー編集いやかけちゃんいいよやられちってまあ皆さんご存知の通りご愛嬌ですよ。ということでですね、このドスログチャンネルでも、今回の RCDC に持ち込んだ、我が社の商品をどんどん紹介していきたいと思いますので、皆さんご覧ください。はい、こちらになります。いろいろありますよ。はい、じゃあかけちゃんどれからいく？とりあえず出たばっかりの S1 シルビア、これね、大人気でございます。あ、人気高い？めっちゃ人気高い。1音すごい人気がある。S1 音はうちとしては初めての車種なので、うちの中でのデフォルメをしっかりして、うちとしてはこれでどうだというのでございます。でその次がですね、タタタタタってきまして、S13 シルビアも何千ほこりになってるのって言うけど、このボンネットだけ発売するんですよ。じゃーんってここね。はい。このボンネットだけ単品で出すんで、このボンネットを、皆さんつけてもらえれば中村直樹号から中村龍号になるんですよ。そういったことできます。じゃあ中村龍号のステッカーはもうすでにタカさんのところから発売してますので。ありますか？じゃあボンネットだけ買えばもう親子丼になるってこと？そうなんですよ。親子丼になれるんですよ。表現としては名古屋人やなと思いました今。さすがでございます。そしてですね、こちらじゃん、これがですね、今度のね、ハイキドヤリスです。ヤリス。もうヤリスって言われても、どうヤリス？何すみたいな感じなんですけど。すごいねこれ。これ1月発売ですね。1月もうすぐじゃないですか。もう型ができてるんですよね。これ造形すごいねこれ。やばいでしょ。でこういった細かいところも一応ポリカでも再現全部できてるんですけど、どうせならと思ってオプションパーツの 3D プリンター全部作っちゃった。リアウィング見てください、このリアウィング。いやこれなんかもうカブトムシみたいなもういやどこ飛んでいくの。これもオプションなんですけど、ちゃんとボディ買った人は、ポリカのでっかいウィングついてる、でそれが物足りない人はこのカブトムシウィングつけてみたいな。リア周りの造形とかはもうえげつないですよね。なんすかこれみたいな。みたいな感じだね。あちくそかっこいいやんみたいな。もうトヨタのマークがちっちゃく見える。ちっちゃいかちっちゃい。背景だったらどこの国？あれはねドイツだったかな。ドイツ。もうごめん間違ってたらごめんなさい、コメント欄で教えてください。これが実際形になってくるのが1月に形になりますので、3D プリンターのパーツも追ってどんどん出てきます。次のちゃんとこのドアミラーとか、あとこのねワイパー類とかも出てきますので。ちなみにじゃあその隣に行ってですね、これ3日前4日前に発売した GR86、これはシルクブレイズさんの野郎なんですけど、まさに中村直樹選手が使っている D1 で走ってる車ですね。それを当社でフルスキャンしまして、でスキャンデータに基づいてもうまんま本当にそのままリアルディティールでやりました。なのでデータ通りの車なんで何がちゃうのって言われてもほんまもっと一緒なんでっていうぐらいのクオリティで仕上げております。細かいところの造形とかも全部しっかりしてまして、で後々オプションパーツでこのねワイパーであったりミラーであったりずっと出てきますから、ドアノブもドアに指引っかかるんですよもう。一応組み立て方法はちょっと難しくはなるかもしれないですけども、うちの RB9 番っていうファンデムの GR86、あれを組み立てれる人は全然楽勝です。なんで造形がねこの辺がどうしても難しいんで、彫り込みが僕は熱いですからそうしないと作れないんですよ。それをちゃんと中村選手号に塗装したのがこちらですよね。これが同梱されているフェンダーを足したバージョンです。これだとさっきのは幅がフロントは 190mm なんですけども、リアルで作っちゃったんで、でもラジコンカーで皆さんその幅じゃダメだっていう方用にちゃんとこのフェンダー入ってますから、ここですよね、同じこの形のフェンダーを入れてますんで、上から貼ってください、でこのアーチの部分を切ってください、そうするとこれが198になる。198で198、197になるんですよ。片側 9mm ほどワイドだね。片側じゃないです。片側 4mm ワイドです。4mm が、すみません、算数が苦手なんで。いやいや何をしてません。お金の計算は得意なくせに行ってきていいですか。また1本目は完全なる混戦トップの70ポイントでした。そこからこの2本目、片手から右か
そしてさあゾーン5、いやーここはなんとか抑えて振っていったというから正直なところでした。はいということで、さっきね走ってきたんですよ。召喚されまして、はい、拙者一瞬ドローンしておりました、はい、ということで、散々な走りでございました、はい、もう点数はやや伸びず、やはり自分のテクニックではまだまだということで仕方がないなと反省しております。またね明日頑張りたいと思いますのでの方応援の方よろしくお願いいたします。はい。でですよ。はい。こちら以前ね、ドスログチャンネルで紹介させていただいた RX01 がこちらになっておりまして、新版ができたんだよ。こちらが製品版でございます。前回ね回をご覧いただければですね、走ってるところとかああいったことは分かるんでしょうけども、前回と違ってしっかり製品版になっているので、ああいったアルミの試作品とかもうちょっと細くなったりするので、センターシャフトも黒くなっている。ということでこちらですね、樹脂パーツもねどんどん強くなっていて、カーボンのね素材が結構入ってるんですよ。カーボン混入？カーボン混入。まあ色見てもらったらね分かる通り、こう色見れば分かる結構入ってるでしょ。硬いんですよ。めちゃくちゃ硬い。レジ閉めたら舐めないんですよ。キョンって言うんですよ。なんで結構精度もねこだわってて、この間ねドスロコさんが紹介してくれた時にもガタないねってくれたんですけど、まさにもっと一級品ができました。ボールに関してもここら辺もガタ全然ないですよ。すごいねこれ。でも普通なんです。普通よくあるんだけどね。はめる時その回手痛い。まあこればっかりバチーンってはめて仕方がないです。そこがスースーになるっていうね、そういった代物でございます。でこの RX01 もう可能性しかないので、もうどんどんね、今回なんかでももうすでにですね、もうスプリングもどんどんできてます。柔らかさもいっぱいいろいろ変えて長さ変えたりしているスプリングをテストしてるんですけども、当社はですよ、スプリングって母さんスプリングいっぱいあるでしょ。もうわけわからないでしょ。何が何だかわかりません。お道具箱の中わけわからないでしょ。あれがスプリングがですよ、私ずっと思ってたんですよ。さすがタミヤさんだなと。色で分かれてる。バネ自体に色が入ってる。全部色がついてます。全部色ついてます。当社も全部色ついてます。素晴らしい。色をつけました。今回はまだこれサンプルなんですけども、これでテストが終わったら製品版として上がってくるのはちゃんと色がつきます。で色がつけた状態でもう一度テストして色がつくと塗膜が厚くなるのでスプリングも反発力変わってくるんですよ。厳密に言うと全然違うぐらいなので、塗料もしっかり選定してそれを終わったらここにね色付きのバネがちゃんと入るので、オプションで今のところうまくいけばキットと同時発売で、オプションパーツがすでにもうバネとかも用意しておこうかなと。キット標準だとどうしても固めに作ってるので、足がちょっと動きにくいのは動きにくいです。なのでオプションパーツをしっかり開発していることと、このドライブシャフト、こちらもですね種類を前も言ってましたが、数種類もすでに作っていて、キットと発売すると同時にそれも出せるようにはしてますから、いろんなところ実はオプションパーツ作ってるんですよ。こういった樹脂パーツ、こういったところ、もろもろステアリングワイパーも作ってますし、この ESC プレートももうちょっとヒートシンク状になってるアルミも出てきますし、簡単でビスで止まってるだけなので、単純に今までのポスト磁石をネジ止めするだけなんで、うちから売る必要も特にないな。ネジ止めできる磁石があれば、前もそうなんですよ、下からポストが出てるだけなんで、入れ替えてありますよね、いろんな貫通してるカラーみたいな、あんなんつけてもらったらボディーポストなんてすぐできますから、なるほど。そんなんも全然考えております。一番ね問題なのは、皆さんこれね前回言わなかったんですけど、モーターが380専用なんですよ。なので380モーターを購入する必要があります。方法としましては、一番安く上げたいんじゃわしゃっていう方、タミヤのスポーツモーターとかあんなのがいいんですけど、ピニオンギアがどうなるか分かんないです、あれに関しては。でそれかロケットのモーター、ちょっと海外になっちゃうんですけども、セントラル RC さんが取り扱ってらっしゃいますから、それを使っていただいたら、1万2、3000円ぐらい手に入るようなモーターもあります。ただ一番おすすめなのはやっぱりアキュバンスなんですよ。アキュバンスのモーターがもうね絶品です。これは今までの10分の1に使っていてももう遜色ないぐらいの仕上がりとなっているので、やっぱりこのアキュバンスのマーベラ、
がもう一番いいです。これはもう言うても何がそんなにいいのって言われますと、これ専用で設計しちゃってるんで僕も、もうすごいです。で共に開発したので、この車を作るにあたってまず最初に秋葉さんに行って、秋葉さんお願いしたら、じゃあ私たちもその熱に負けたので作りましょうということで作っていただいた商品なんです。これ忖度です、もう完全に。だってここまでやったら忖度になっちゃうんですけど、でも忖度抜きで本当にいいものを作っていただいて、モーターの開発からゼロから全部やって、一からこの電気抵抗、あと回路基板とかを考えるのって本当に一握りの会社しかないんですよ。実は皆さんご存知だと思いますけど、本当に一握りしかない中でのトップカテゴリーをいってらっしゃるので、そのトップ集団が作ったモーターっていうのはやはりものすごい良かったです。で最初の頃もやっぱり開発する中でアップデートさせていく中でどんどん聞き入れていてくれたので、今エースラボっていうのがあって、その新型ローターでかなり良くなりました。もうすごいです、別物です。10万回転楽勝で回っちゃいますし、ボルクもあるし、380だったからコギングが強すぎたっていうのも全部解消されてます。でそこで RX01 に乗せるとですね、追走できちゃうんですよ。全然他のシャシーについていける。今ついてきてるっていう時点ですごくないですか、この FR レイアウトなのに。ですけどあくまで皆さんでエンジョイで楽しんでいただけるという車をコンセプトに作って、以前のドスログチャンネルの再生数見てもらったら、僕はどんなことを考えるとかっていうのがよくわかると思います。なのでこれからね、アディクション来年からは全部 RX01 に新規を注ぎながら、ボディはちなみに今まで通り作ります。今まで通り、もちろん私分身の術使えるわけじゃないんですけど、ほぼ分身の術でやってますので、私の分身は入っちゃうんですが、2人でやってる会社がどこまで大きくなれるんだろうという始まり、13年経ちました。13年経ってもずっと2人でやってますこの勢いでそのまま2人でずっとやり続けたいと思いますので、また皆様応援よろしくお願いします。でこの01を紹介させていただきました。でなんか俺ブログで書いちゃったんですよね、昨日02がある。02?02 ですよね。言い方的には01です。その次は02です。わかりますよね。0083ですよ。あれは GP01、GP02 です。ということは私も02出さないと思います。ということで RX02 でございます。01売ってないのに02できてるやんみたいな。どないなってんねんあいつって頭いかれてんちゃうかと思うんですけど、いかれてます。いかれた理由は簡単です。以前にもドスログに言いましたけど、私は AE86 が大好きなんです。見てください。ちゃんとシングルになってるんですよ、このパンが。スインやったんがいきなりシングルにガッとるやんけど、なんでやねんと。てっ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 て向けたらケツから見た時に AE86 やんけみたいな、これがやりたかったんです。まさに AE86 です。完全なホーシングでちゃんとラテラルロッドついてます。幅も狭いです。今までみたいな広くないです。専用設計でやっております。ここね、ここマウントを専用で作って、ちゃんとリンクするところもちゃんと穴位置が変えれるようになってるんですよ、リンクまで。なんで動きも変えれるんですよ、このリンクの場所で。でその辺は E86 ないんですけど、車高調もついちゃってるので E86 じゃないんですけど、そこまでやったらもう気にないんで、バネチューブライン固定できなかったんで、もうしゃあねえなっつって。でもこう見てください、完全に E86 です。ちゃんとホーシング動きしてるんですよ。いいでしょ。うちから A86 のボディ4台出てんだよ。5台か全部で。こうなってくださいよ。ほらもう萌え萌えですよ。ほら86後ろから見てこんな感じ見たら、ファンはもうよだれもんだね。よだれもんです。僕はファンです。ちなみに A86 ファンでございます。こう見た時にこれ86やんってなりたいんですよね、やっぱりね。なんでとことん追従したやつがこの RX02 でございます。02に関しましてはもう見た目しか説明しようがないです。こだわってるのは見た目だけです。でも一応ここに専用のドラッシャー作ったりやったんですよ。なんやかんやでケースも作るし、ちょっとビビるでしょ。これも肩起こしてるんですよ一応水面から動いてるんですよ。いつも寝ながらやってますから。ということで皆様この RX02、発売は一応ねセミが鳴く頃かなと思ってるんですけど、セミはいろんなシーズン鳴いてると思いますけども、伸びるかもしれません。ちょっと曖昧なところありますけど、そうやってやっておりますから、ちょっと気長にお待ちいただければと思います。これも予約取れますので、また来年ぐらいになりましたら予約取れるようになりますから、ぜひともRC 統合でも予約を受け付けおりますので、皆様よかったらお越しくださいませ。ということで全国のラジコン屋さんにですね、こういった商品が案内流れてますから、よければ皆さんがやってほしいことは一人でも予約を取ってほしいと。
今予約を取っていただいた方が確実に手に入りますし、予約が手に入らない分に関しましては僕らメーカーもなかなかそこまで目が行き届かないところがあるので、サービスが行き届かないことがあるんですよね。なるべくサービスを皆さんに提供できるように、一定の提供できるようにどんどん企業努力をいたしますけども、できれば皆さんが予約をしていただければ一番分かりやすいです。それに向けて僕たちも全力で投球できるんですけど、目に見えないものをなかなか全力投球しても外れた時っていうのは僕らも大打撃なんで、リアルなぶっちゃけ話をするとそうですし、でも予約がいっぱい来ると完全に僕らもやらないとダメだと、じゃあこれ以上もっと作ろうねとかなってくる話になるので、皆さんの予約の方を心でお待ちしております。よろしくお願いします。じゃあ行ってきます。